こんにちは、のすけです。前回の動画、自作 PC 構成チェッカーを使用して、総額20万円のゲーミング PC を作ったのですが、マザーボードの選択をミスって、下側にファンを1つしか取り付けられない、ちょっと残念な感じになっていました。そうしたらちょうどタイミングよく、視聴者の方からプレゼントをいただきました。じゃんよB650i ナイトデビルもらった。ジャングルというメーカーのマザーボード、初めて聞いたメーカーだったので調べてみたら、台湾ではなく中国大陸のメーカーのようです。ホームページもちゃんとあって、英文と中文が混じった奇妙なページ。夜来週でしょうか。なんかちょっと中二病な感じです。AM5 に対応したマザーボードで、フォームファクターは ITX。なので前回作った自作 PC にぴったりなサイズ。プレゼントはおまけでこんなものもいただきました。CPU は Ryzen 7 7800X3D 高級品。これももらった。ただ動かないらしい。なんで動かないかはちょっとわからない。認識されないらしいです。ちょっとこれも後で見てみましょう。この辺がすごいシンプル。でも M.2 と PCI Express メモリーが2枚、 VRM のヒートシンクが結構しっかりしてる。なんかバックパネルも安いやつじゃなくてしっかり何かがついている。すごい USB Type-C がついている。 2.5GB RAM、 USB Type-A 2.0、 HDMI と DP。 ネジ山が壊れている。これですね。わかるかな。これネジ山がこれ切れちゃってますね。多分これがダメなんで使えませんって言ってたんだ。ちょっとこのバックプレートを外してみましょう。トルクスなんですけど、今ちょっとトルクスなかったんで普通の六角で開けてみます。外れました。でこれ取っちゃうとピンが曲がっちゃうと困るんで、これはこのまま保管しておきます。わかるかな。ここが慣れてます。他のネジ山だとこんな感じ。これは生きてるけど、これが死んでる。これなんか圧入されてるみたいですね。見てわかるかな。ここだけ別部品になってて、ここだけ圧入されているみたいです。そうだよね。これ削り出したら高くなるもんね。そうか、これが抜けて別部品に変えられれば一番簡単だけど、ちょっと別部品は探すのが大変だな。これそうか。ここのネジはナンバー6ですね。これナンバー6のタップなんて持ってないな。ナンバー6買ってくるか。とりあえずこの舐めちゃってるネジは揉んでしまいましょう。ネジ山を揉んでみました。今回はちょっと肉厚が薄すぎて、ここにリコイルとかインサートナット入れるの難しいと思うんで、この接着剤で埋めてからもう一回ネジを切り直すっていうことをやろうと思います。でこれ接着剤なんですけど JB ウェルドで鉄粉が入ってるっぽくて、穴埋めもできるって書いてあるんで、二液のエポキシ系ですね。これを使ってみようと思います。接着剤をつける前にエレクトロニッククリーナーでしっかりと脱脂をする。エアブローをする。
接着剤が、下に突き抜けないようにマスキングテープで留めておきます。で、接着剤はこれ同量を混ぜるらしいんで、同じぐらいの量を出します。それでこねる。いいでしょう。これを穴に埋めていく。できるだけ空気が入らないように埋める。まあいいでしょう。多分抜けた。どうせ削るし、周りのやつはきれいに拭き取っておく。とりあえずこれで1日置いてしっかり接着するまで待ちましょう。キングクリムゾン。だいたい24時間経ちました。だいたいカチコチなんで大丈夫でしょう。これに下穴開けて、ネジを切っていきます。で、これ買いました。6578円。インチのタップダイスセット。高い。ナンバー6の32ユニファイ下穴径 2.9。これで下穴開けていきます。一応巣は入ってないみたいですね。タップ切っていきます。すごいちゃんと切れたネジがすごいですね。この接着剤粉々になったりしなくてちゃんとネジが切れた。すごいな。使えるなこれ。ちょっと頭の部分が平らじゃないんで、これはヤスリで直してみましょう。なんか完璧に直った。すごいちゃんとしたネジが切れている。ネジもしっかり入る。完璧。あとは強度がどのぐらいあるかだけど大丈夫でしょう。とりあえずこれで修復終わり。すごい綺麗にネジが切れました。これは元々のネジ穴で、これが接着剤で埋めた後に切り直したネジ穴。色はちょっとグレーになっちゃってるけど、表面はすごい綺麗にちゃんとネジが切れてます。バックパネル取り付けてみます。タップを買うついでにトルクスも買ってきました。1960円。高い。OK。クーラーは純正使う予定なんで、純正のブラケット、これをつけます。ここが直したネジです。問題なく入る。完璧。だいたいしっかりトルクも入った。大丈夫だ。CPU は前回作ったやつから追いはぎ。とりあえずライゼンの7700で動作確認してみようと思います。OK。ライゼンのクーラー取り付けます。ちょっと動作確認なんで、グリースは残ってたやつこのままつくぐらいでいいやと思ってます。OK。最小構成でメモリだけつけます。ちょっとやっつけだけど、とりあえず動作確認で、電源とメモリ、あと CPU、あとモニターだけつなげてみました。
マザーボードには問題ないんで、まずこれで電源は入るし、BIOS にもいけるはず。ちょっと確認しましょう。じゃあ行きます。スイッチオン。お、ついた。完璧。無事、BIOS 立ち上がりました。うわー、中国語で読めない。なんじゃこりゃ。これか。OK、イングリッシュ。高級。ここは変わらないんかい。これ主要かな。新編。うわ、読めねえ。マジ読めねえ。ロードオプティマイズデフォルト。これでいいんだよね。イエス。セーブチェンジーズ&リセット。やべ。めっちゃ暗かったな。ISO 上げてなかった。とりあえずマザーボードは動くことが分かったんで、もう一つもらった CPU の方、7800X3D。これちょっと確認してみましょう。チップコンデンサーとかも、見た感じそんなにおかしそうではないが、グリースが結構はみ出しちゃってるんで、ちょっとこの辺はきれいに掃除しましょう。もうこいつでギャーってやっちゃいます。うわ、跳ねるな。綺麗になりました。見た感じ全然普通に使えそうな感じするんですけどね。とりあえず7700を外して7800を乗せます。さて、これで動くかどうか。7800X3D いきます。スイッチオン。回った。とりあえず回るは回るがめっちゃ赤いな、点灯。これ LED が点灯しているから、何かがやっぱ悪いんでしょうね、これ。ちょっと分解して、来てるね。そういうこと。これ分かりますかね。この辺がちょこっとボコっとしてるんですよ。そう、これ。ここがちょこっとボコっとしてるの。これやっぱり焼損なんだ。この CPU はもう焼損してるって分かったんで、後で空張りしてみます。で、空張りしてこのヒートスプレッダー外して、これキーホルダーにしてみたいな。そうしましょう。なんでとりあえず7700で組んで性能を見てみますか。そうしよう。性能を見よう。なんか結構しっかりしている SSD に取り付けですね。マザーボードを取り付け。ITX にしたんで、下に空間ができたから、ここにもともと取り付けようとしていたファンを取り付けようと思います。これでグラボを挿す。グラボステーは取り付けられないな。下にも3連ファンがあって、グラフィックボードの押さえはちょっと取り付けられなくなっちゃったけど、2連ファンのやつだし大丈夫でしょう。ちょっとこれで蓋をしてセットアップしてみたいと思います。スイッチはここ。来た。よかった。わお。何今日。わお。あれ？夏祭り？何これ？ Windows 11のセットアップが完了しました。マザボにオートインストーラーはなかったので、手動で必要なソフトをインストールしました。BIOS のアップデートは Windows 上から exe ファイルを実行する珍しいタイプでした。BIOS でメモリーの設定をエキスポの 5600MHz に設定したつもりだったのですが、これは反映されなかったようです。その他の認識などは問題ありませんでした。ということで性能チェック。まずはシネベンチ2024。MSI のマザボの時と比較するとこんな感じ。
GPU も CPU もスコアは誤差程度の差しかありませんが、GPU の最大温度は約10度低下しました。これはケースの下にファンを追加したことで、フレッシュな空気をグラボに供給できたからだと思います。FF15 ベンチもフル HD 標準品質でスコアは19500。フレームレートも120以上出ていたので問題ありませんでした。今回はいただいた ITX マザーボードのネジ山を修復。前回諦めた3連ファンを搭載することができました。中華の怪しいメーカーのマザーボードですが、性能的には問題なく、比較的安価に入手することができるので、中級者以上の方ならお勧めできるかと思います。ということで、ネジの補修のやり方が参考になったという人は、高評価とチャンネル登録をお願いします。ではでは。